柳川鍋は200年くらい歴史がある日本料理ですが、使われる食材どじょうとごぼうどちらも精がつくとされ、夏バテ防止に良いとされています。どじょうの代わりに豚肉を使うのでクッキングノートのレシピ名柳川もどきですが、現在もどじょう以外の具材を使って柳川風とされたレシピがあります。細かい骨があるどじょうより食べやすいでしょう。はい、今日はクッキングノートの73ページ柳川もどきを作っていきたいと思います。ごぼうと豚肉を使いますね。本来は柳川どじょうを使うんですけど、今日は豚肉でやります。柳川もどき。ごぼうの皮むいておきましょう。はい、それでは豚肉を切っていきます。薄めに切ってちょうど魚のような形にしましょう。はい、ごぼうをささがきにします。きんぴらごぼうでごぼうの栄養についてお話ししましたが、目に見えて効果があるのは便通ではないでしょうか。ごぼうをたくさん食べると便秘の人もお通じが良くなります。ちなみにこの柳川もどき、1週間以上便通のなかった母に食べさせたら見事に翌日出ました。入りきらなくてもう一つ器入れます。これは水さらします。はい、はい、でもごぼうの栄養は抜けてしまいます。あんまり長く水はつけません。 2,3 分にしときましょう。だし汁2カップ、じゃこで取っただしです。火をつけて醤油、砂糖、みりん、料理酒でひと煮立ちさせます。こちらですね、だし汁と醤油とみりんと酒と醤油、ひと煮立ちしましたね。火を止めます。でこちらに鍋火つけます。油を入れて強火でごぼうを炒めます。昭和レシピチャンネルを始めたおかげで子供の頃のことをよく思い出すようになりました。それほど料理や味覚というのは脳の記憶と結びついていて、その味や匂いだけでなく、その時感じたことなどを蘇らせてくれるものなんですね。不思議なタイムトリップを楽しめるようになりました。94歳の母もそのようで、私の作る昔のレシピによって脳が活性化され元気になるようです。食べ方もいつもと違います。もし皆様のおじいちゃんやおばあちゃん、お父さんやお母さんを元気にしてあげたいと思うなら、懐かしい昔の味を再現して作ってあげてみてください。
はい、炒まってきましたら、これをなるべく平らに広げておきます。この皿に並べたお肉に先ほどのタレをさーっとかけて、なるべく形を崩さないように落としていきます。そして残りの汁も全部入れちゃいます。で蓋をして、その間に溶き卵を作っておきます。卵を4つ溶いておきます。はい、火が通りましたら溶き卵をかけて、少し蒸らします。はい、湯気が出てきました。いいでしょう。火を止めます。はい、粉山椒を振りかけて、お皿に継ぎます。はい、柳川もどきの完成です。